幕末最強の紐こと紐抜け抜刀斎が自分の流派である神谷活人剣の名を語り悪事を働いているのでなんとかひっ捕らえようとするものの捕まえたのは本物の紐抜け抜刀斎だった神谷助る。待ちなさい。おろ？ようやく見つけましたよ。お嬢さん、拙者に何か用でもあるでござるか？配当令を無視して腰に下げている刀。間違いありません。あなたこそ紐抜け抜刀斎を名乗り神谷活人剣流の名を汚す悪党ですね。違うでござるよ。白を切っても無駄ですよ。いや本当に、拙者には何のことだか。この町で神谷活人剣の名を語り次々に道場の関係者から当たり船券を巻き上げてるんでしょう？それは聞き捨てならぬでござるな。しかも呆れたことに外れても気にすんな。どうせ明日もレースはあるって無責任なことを言って回ってるそうじゃないですか。それはギャンブル界における最大級の悪徳でござるな。でしょう？しかし拙者はそのものとは別人でござる。じゃあその刀は何なんですか？ああ、これでござるか。これは刃が内側を向いた当たらぬ運命の逆張り刀でござる。逆張り刀？これは当たらずの誓いを守るための刃でござるよ。当たらずの誓い？二度と当てぬと心に決め逆に張り続けることで己の欲を断つ。それが拙者、かつて紐抜け抜刀斎と呼ばれた男のけじめでござる。本物の、紐抜け抜刀斎？はいでござる。嘘でしょう？あの幕末最強の紐が。最強と言われると耳が痛いでござるな。紐として名を馳せたのは若気の至り。今は紐を抜ける浪人として全国をさまよっている身でござるよ。あなたが本物の紐抜け抜刀斎なら神谷活人剣の名を語る不届き者は偽物ということなのですね。そうでござるな。拙者の名を語っているなら看過できぬでござる。詳しく話を聞かせてほしいでござるよ。その前に、おろ？妙な言いがかりをつけて申し訳ありませんでした。私は神谷助る、亡き父の剣術道場を継いでます。神谷の剣術道場？ではスケル殿はあの人を生かす剣を掲げた神谷活人剣流の。はい。でも最近道場の埋め付け役だった田原さんがこう言うんです。活人剣なんて今時流行らないですよ。ここは私に任せてくだされば一点買いで二度美味しい最強道場にしてあげますよ。それはもう詐欺の香りしかしないでござるな。ですよね。なのに弟子たちは回収率アップするならありでは？ってどんどん抜けてって。活人より回収。悲しいけどこれギャンブルなのよね。ちなみにスケル殿の活人剣はどのような買い方を？まず戦士とモーターを見て人を生かす並びをするんです。人を生かす並び？この人にはまだ養育費がいるはず。今日のこの人は勝たせたい顔をしている。この選手の SNS が切なかった。そういう情を買うんです。ちょうだい。それただのおしがいだよね。そりゃ当たらんわ。でもそんな甘っちょろい買い目じゃ田原さんの鳥紙も厭わない買い目には勝てなかった。鳥紙を恐れぬとは確かに実践的でござる。だが、スケル殿のように当てるより生かすを選ぶ者は嫌いではないでござるよ。ひとまず行ってみるでござるか、スケル殿の道場に。ここです。立派な張り紙でござるな。本日の狙い目は父の言葉なんです。剣とは人を生かすために買うものだ。良い教えでござる。でも今はその父の教えを踏みにじろうとしている人たちがいる。おやおや、これはステルお嬢さん。田原さん。せっかくこの道場を確実に勝てる船剣道場にしてあげようとしてるのにまた余計なのを連れてきましたね。余計なのとは心外でござるな。ステルお嬢さん、今日は私の弟を連れてきたんです。弟。その刀、あなたが神谷活人剣流の名を語る偽物の紐抜け抜刀斎ですね。おいおい、俺こそ正真正銘本物の紐抜け抜刀斎だぜ。嘘、だって本物は。ともかく今日からここは俺たちが仕切る。活人剣、そんなもん流行らねえよ。ガンガン買ってガンガン回す、損しても量で勝つ。典型的に破滅するやつ。そんなやり方は父の教えと違います。違っても儲かるならそれが正義なんですよ、ステルお嬢さん。スケル殿、下がるでござる。でも、スケル殿の剣は人を生かす剣。ならばここは当たらずの誓いを立てた拙者が引き受けるでござる。はあ、当たらずの誓いってなんだよ。勝負の場で外す宣言すんなよ。船剣は狂気。ああ。
競艇はギャンブルでありそれは真実。だからなんだってんだ。けれども、そんな真実よりステル殿の甘っちょろい買い目の方が拙者は好きでござるよ。名言きたー。さっきからごちゃごちゃと。もういい、やってしまえ。剣に剣流、5、6軸優先。お前、5、6軸流しとか正気か。さらに剣に剣流、船かける急なひらめき。うわー、そんな急な思いつきで船剣を買うなんて人間技じゃねー。ああ。飛ぶ剣ってそういう。買い目は広く、しかし当たらず。これが当たらずの極意でござる。なんなんだお前は。まさか本物の元でござるよ。今の拙者は流浪の身となったかつて紐抜け抜刀斎と呼ばれたただの船剣士でござる。そんな、もうこの道場へのちょっかいはやめるでござる。神や活人剣流の道場は人を生かす剣の場であり鳥神で人を殺す場所ではない。兄貴、とても叶わねえ。逃げよう。仕方ない。覚えてろよ、お前ら。とまず落ち着いたでござるかな。助かりました。ありがとうございます。拙者の名を語る不届き者を成敗したまで、礼には及ばぬでござるよ。それにあのような輩を野放しにしておくとまたステル殿のように困る人が出るでござるしそれに甘っちょろい買い目は守ってやらねばすぐ消えるでござるからな。ステル殿、はい。道場を盛り立てたいのでござろう。はい、父の活人剣を私のやり方で残したいです。ステル殿の行く活人剣の道はきっと果てしなく遠いものでござろう。しかしその胸に宿る熱い思いがあれば必ず達成できるでござるよ。拙者も遠くからステル殿の成功を祈っているでござる。それでは。待ってください。おろ？お願いします。この道場の復興に力を貸してもらえませんか？しかし拙者、今はその名を捨てたとはいえ紐抜け抜刀斎と呼ばれた身。私は過去なんて気にしませんから。ステル殿。それに今は今のお名前があるんですよね。聞かせてもらえませんか？秀明。え？日村秀明、それが拙者の今の名前でござる。なら紐抜け抜刀斎ではなく日村秀明さんにお願いします。どうか力を貸してください。流浪にゆえまたいつどこの競艇場へ流れるかわからないがそれでよければしばらく厄介になるでござる。秀明さん。ぜひお願いします。あなたみたいな人がいたらきっとまた弟子も戻ってきます。弟子だけでなく負けた人も癒されるような道場にするといいでござるよ。はい。いい話だなぁ。割とルロケン1話に沿ってて草。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。